皆さんこんにちは、しわとびです。なんとトライアンフ史上第2弾ということで、はい今回は私のわがままというか、私が乗ってみたかったバイクスクランブラー900とはい。マット2機が私のために選んで事前予約をしてくれしてくれてない。そう。選んでくれたのに私が振ってしまったボバさんを当日急遽借りることができたので、この2台でちょっと夕方にまた撮影に市場にやってきました。引き続きマットライダージャパンのマットでーす。マットさんありがとうございます。独断と偏見で最初こっち予約入れてたんですよ。僕とりあえずね。アンチョイさんこれ似合うしこれ好きでしょみたいな感じで入れてたらスクランブラー乗りたいですよって、全然違う方じゃんみたいな。そう、私スクランブラー乗りたいですって言って。そうなんです。これ2つね、また排気量がさっきとT100 と T120 と一緒で2台違うんですよ。スクランブラーが T100 エンジンベースの 900cc の、バイクで、もちろんこのスクランブラー用にチューンされているので、厳密に一緒なわけじゃないんですけどベースは一緒です。900cc のこのマフラーが横から出てる感じね。スクランブラーって感じ。そうですね。前回のやつちょっと小言ですけど T100 なんですけど、スクランブラーちゃんと900って書いてありますね。さっき100って書いてて 900cc なんだっていう話をそれはちょっとボンネビルシリーズの歴史があるんでそこを話すとちょっと長くなるからで、こちらが、僕が大好きなボンネビルボバーです。ボバーさん、いやまさかトライアンフにこんな形のがあるって実は知らなくて、この間のブランドナイトにお邪魔した時にこんなアメリカみたいな形トライアンフにあったんだって思ったんで、それで、まだ知識も浅すぎたっていうのもあって、今回急にお借りすることになったこのバイクなんですけど、でもかっこいいでしょ、見た目こうやって見ると。かっこいい。なんかこのシートの感じとかも尖りまくってていいですよね。そうなんですよ。もう実用性が誰も乗せねえみたいな。そう皆無実用性皆無で一応これ純正オプションでサイドバック付きのね車両にしてくれてますね。トライアンフのちゃんとロゴも入ってて、なんかサイドバックとか一応車外のやつでここで一応あるんですよ。なんか乗せられるフェンダーみたいなの作れるのあるんですけど、基本的には実用性がないという前回の動画で大きい方の T120 の 1200cc のエンジンベースです。でもちろん味付きがねT120 と全然違うので、ボバーは多分顕著に分かると思いますよ。なんか違うんですかね。違うと思います。もうこの見た目に合うエンジンのフィーリングするから。マット2機曰く味付けがされてるエンジンらしいので、そう楽しみですね。で両方ともね新型になって両方ともコーナリング ABS とか最新の電子制御系ですね、安心機能のアップデートされてて、多分両方とも USB-C あるんじゃないかな。いやすごい、さすが。ここね嬉しいんですよ。こことここについてんだよ。あっちのあれもついてたはずだから、すごいね。ここがね日本人はナビ使うから嬉しいよね。嬉しい。いるこれでボバーさんはこんな見た目ですが、一応クルーズコントロールは標準装備です。6速ですね。6速です。覚えましたね。1200cc は6速って覚えましたよ。1200cc は6速で、900cc は5速ということで、そんな感じです。なので今回の動画はなんかおまけ的な感じですけど種類が全然違うんで比較ですけど、比較になってるかわかんないですけど、乗っていきましょうということで行っていきたいと思います。では今日もあとちょっとですがよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず2車種の車両スペックからご紹介します。新型ボンネビルボバーは 1200cc 水冷並列2気筒エンジンの6速ミッション。車両重量は約 250kg で価格は199万9000円と公式ホームページで掲載されています。クルーズコントロールとライディングモードは標準装備です。車両外観はシングルシートに低い車高、ハードテール風のフレームに太いタイヤによって止まっているだけでも強い存在感があります。1940年から50年代のカスタムボバーをメーカー純正なのに高級かつ現代的に仕上げたバイクと言えます。実際とにかく見た目が圧倒的にかっこいいという評価が非常に多いモデルだそうです。一方でスクランブラー900は 900cc の並列水冷2気筒エンジンの5速ミッションです。
車両重量は約 221kg で価格は145万9000円。クルーズコントロールは標準装備されていません。車両外観ですが、ボリューミーなアップマフラーに19インチと比較的大きなフロントタイヤ、高めの車高が特徴的なバイクです。ボバーのような低く構えたカスタム感ではなく、どこへでも走っていけそうな冒険感が魅力的で、キャンプやロンツーにも使える実用性と遊び心を兼ね揃えたバイクと言えますね。では行きましょう。走りに行きましょう。行きましょう。楽しみ。はい。で、最初は僕がスクランブラー900で、アンチョビさんがボバーですね。はい、ボバーです。大丈夫そうですか？頑張ります。行きまーす。出発しまはーい。しょっぱな止まれです。はーい。前回 T120 を乗ってもらったんですけど、はい。エンジンのベースは一緒です。エンジンのベースが一緒。味付けがちょっとエンジン全く一緒。味付けが違う。ちょっとなんかね、もうちょっとね、どこどこ感が強いんですよ。そっちの方が強いです。確かに強い。で、僕がスラクストンを乗ってるんですけど、スラクストンともう1台トライフを増車できる余裕があったら欲しいバイクがボバーですそのもう本当実用性がない2台が欲しいっていうボバーっていうのがあれなんですよ。昔アメリカで流行ったそのカスタムのスタイルの名称なんですよ。あ、そうなんですね。はい、もうリアシートとか全くないじゃないですか。アメリカでなんかそのドラッグレースとかするために全部そぎを落としたみたいなイメージなんですよ。でそれを忠実に再現しているのが、そのトライアンフのボバーっていうジャンルで、他のメーカーさんもね結構ボバーっていう車種名前がつくのはあるんですけど、まあなんかトライアンフ乗りなんでトライアンフ熱が高いから、もう独断と偏見なんですけど、他のメーカーさんのボバはなんちゃってボバだよっていう感じです、僕からするとトライアンフのボバがボバだと。そうですね。なんか当時のデザインをなんか、あっちはアメリカ、トライアンフイギリスのバイクですけど、ボバはアメリカの文化ですけど、そのアメリカの文化をなんか躊躇にすごいデザイン的に守ってるのはトライアンフのボバだと僕は思ってます。でも今気づいたんですけど、このメーターのパネルの一番上にボンネビルって書いてるんですけど、そうです。ボンネビルシリーズのボンネビルボバーって意味です。ボンネビルシリーズって言ったら、じゃあスラクストンとかももうボンネビルシリーズに入るんですか？スラクストンはね、ボンネビルってつかないんですよ、あれ、なぜかあれは違うんですね。スラクストンはスラクストンなんですよ。スクランブラーは別ですよね。でね、多分ね、ボバーはめちゃくちゃ乗りやすくなりました。僕昔、前回いつ乗ったかなって YouTube 見返したら2018年とかだったんですけど、もうちょっとね荒々しかったですもっとどこどこしてました。そうなんかすごい今風の乗りやすくなったなってなっちゃって。まあでも確かに言われてみれば、さっきの T120 とかの鼓動感をさらにもうちょっとだけどこどこさせたっていう感じで、なんか音、聞こえてくる音とかは同じですね。初心者の方にはすごい T100 とか T120 っておすすめなんですけど、僕ちょっとねエンジンが飽きちゃうんですよね。優秀すぎて、あれ優等生すぎて。だからその今アンチョビさんが乗ってるボバーとかのエンジンの方がすごい好きなんですよ。ちょっと粗い感じがどこどこ感が強くて、味付けされてる感じが。でスラクストンもねまた別の味付けなんですけど、同じ 1200cc と同じエンジンベースで、スラクストンはもうちょっとなんかこのスポーティーな感じに味付けされてるのがスラクストンなんですよ。ベースは全部一緒なんですよ。その1200の基本の木の字がボンネビル T120 のエンジンで、そこからちょっと派生していろいろこの僕が乗ってるスクランブラー900のこれの1200もあるんで、スクランブラーのカスタム寄りのエンジンの味付けになってたりとか、そのボバーになってたりとか、スラクストンはもう終わっちゃったんですけど、スラクストンのちょっとスポーティーな感じ、意外とね実はね 3,4 種類ぐらいあるんですよね。だからでね、多分前回乗ってもらったやつと
はい今回のこのスクランブラーだと、この僕が今乗ってるスクランブラー900が一番アップデートが一番大きく変わったなーっていう感じなので、あれですね、足回りがすごいしっかりしてますね。それが変わったなっていうのは去年のモデルから大きく変わったってことですか？そうです、これが一番ね分かりやすいんですよ。足回りとかがサスペンションとかが変わったりとか、フレームの感じとかもよりしっかりしたフレームになったりとか、なのでしっかりしてるなっていう感じがするんですよね。よりカチッとしたなっていう感じがします。いいですね、旦那さんスクランブラー900乗ってほしいですね。ぜひドライアンフオーナーにね。なんか一時本当にハーレー、今ハーレー乗ってるんですけど、はい、ハーレーってスクランブラー900に乗り換える計画一人で黙々としてましたけどね。私がドカティを買ったせいでその計画はなくなったみたいですでも、はい、ボバーも結構良くないですか？ボバいいです。いや僕絶対最初アンチョビさんに何乗りたいですかって聞いた時に、はい、ボバーが一番似合うと思ったんですよ最初そうですか。そうだからボバーの予約を入れてたんですけど実はだってボバが入ると思うよ。そうなんだ。なんか私勝手にハーレー、佐久間さんのハーレー乗った時に似合わないって言われて、確かに似合ってないなって客観的に見て自分でも思ったので、いやアメリカンな多分なんか服じゃないんだろうなと思ってかけようとしてたんです。でもアメリカンなんだけどやっぱちょっとトライアンフだからクラシック感が出てくるんですよ。ネオクラ感が出るからボバーはなんか多分ですけど、アメリカンって言ってもアメリカンみたいにそのハンドルが上がってないというか、そうですね。ね、そうなんかハーレーって、カスタムしてこうなってる人も多いですけど、やっぱこうなってるじゃないですか、体勢が、すごいそれが私似合わないみたいで、前傾姿勢じゃないと多分基本似合わないんですよね。なんか乗った時にさっきまたがってびっくりしたのは、ハンドルがめちゃくちゃ前についてるなって思いましたね。なんかこれボバーのベース買いして2人乗りでもうちょっと快適仕様だよっていうスピードマスターっていうモデルがあるんですけど、そのスピードマスターの方がちょっと若干アメリカンチックです。ハンドルの位置もだから本当に使い勝手のいいちょっとそういう乗り味で使い勝手のいいクルーザー欲しいなと思ったらスピードマスターの方がいいと思います。で一番最初そのボバーね、最初に出た時はタンク容量が9リッターしかなかったんですよ。で今回のこの新モデルから14リッターになりました。14リッター、そんな増えたんですね。でもなんかアメリカンといえばタンクの容量ちっちゃいイメージですもんね。でもこれも個人差と好みなんですけど、僕は初期型のちっちゃいタンクの方がデザイン的には好きだったんですね。かっこいいですよ、タンクシュッとしてた方が。なんかちょっとマッチョになっちゃったなと思って見た目がいやけど北海道とか九州とかツーリング行けないですよ。いやもうあれですよ、ボバースラクストンもそうですけど、ボバースラクストン揃えるときはもうそれで長距離の釣りは行かないって決めてます僕長距離向きかどうかって聞かれたらイエスとは言えないかもしれない。だってそのバイクで原宿でちょっとコーヒー飲んできますとかめっちゃかっこよくないですか？めっちゃかっこいいですよ。それがしたい。そうサイドバックがあるからそのちょい乗りぐらいだったら全然、でもどうですか乗ってみて。足つきがいいでも重量的にはね多分ね T120 とそこまで変わらないはずなんで、って考えたら足つき分乗りやすいですよね。乗りやすいですね。多分女性で低身長の方でも全然足つき乗れそう。これが乗りたいです。スクランブラー900ですよ。私ねスクランブラーって足つきが悪いと勝手に思い込んでて不安だから、たくまさんが欲しいって言った時にまず最初に反対したんですよ。私絶対乗れないと思うとか言って、いやスクランブラー900は乗ってください。そうそれが実際どうなるのかよし乗ります。で僕はあれですね、前回紹介したボバーですまた乗るとは足つきますね。余裕っしょ。ポジションいいなボバあったかマフラーあったかい。右あったかいでしょあったかい。マフラーが横から出てるからマフラーの音がすごいよく聞こえるんですよ。自分で自分の耳に近いから、自分の耳に近いからね。
きます。なるほど。はーい。わ、さっきと全然スタイルが違う。なんか普通のポジションですよね。ちょっとハンドル位置が高いかなぐらいな感じで、そっちが900なので、前回乗ってもらった T100 のエンジンベースですね。そうか。だからパワーもそれと同じぐらいってことですね。全部トライアンフのこのエンジンって2気筒ですか？スポーツモデルが3気筒があって、はい、で 400cc シリーズもあるんですよ。最近2年ぐらい前から出始めた 400cc シリーズが単気筒です。やっぱどこどこ感味わいたかったらボバーの方がいいですよね。でスクランブラー900がサスペンションが良くなってっていう、ちょっとさっき話したんですけど、そのサスペンションが整列フォークから倒立フォークに変わったり、昭和のいいやつがリアサスについたりとかいろいろ変わったんですよ。なのでなんかすごい乗りやすいけどちょっとふわふわしてる印象があったんですけど、やっぱかっちりしてしっかりしてるなーって、合成感が上がったなっていう、ちょっとの街乗りでもそこは感じましたね。さっきシアターさんどっちが好きですか？ボバーとスクランブラーだったら全く系統が違うんですけど2台。私はボバの方が好きでした。やっぱそうでしょ。スクランブラーがいいですって言ってたけど、絶対ボバの方が好きだろうなと思ったんですよ。スクランブラーは本当に旦那に自慢するために乗ってきてやろうぐらいの気持ちでスクランブラー900って言ったんですけど、鼓動感が足りない。そうどこどこ感がで、ボバーと T120 さっきので出るとまたさらにね、一緒に乗るとやっぱり余計に分かると思いますよ。ボバーの方がどこどこしてるなっていう。なんかハーレーのどこどこ感って私めちゃくちゃ好きなんですけど、どこどこ感っていうのを多分アメリカスタイルだからつけてるんですよね。ハーレーほどどこどこはしてないんですけどね、そこまでは。でね、一応ねスクランブラーは多分ボバーもロードモードとレインモードの2種類なんですけど、そのスクランブラーはねロードモード、レインモード、あとオフロードってモードがあります。いやけどこんな 900cc のこのバイクでオフロードなんか行ったら大怪我しそうですけど。でも1200cc のスクランブラーでオフガンガン走ってるフォロワーさんがいて、でその人があれですね、そのスクランブラー900も結構足回りがしっかりしたから、これオフロード行っても結構楽しそうですねっていうのを言ってました。これで？そうそう。嘘、さすがにオフはいけないなって思っちゃいます。私オフロード2回ぐらい行ったことあるんですけど、125cc、110cc みたいな、なんかちっちゃいホンダの CRF の一番ちっちゃいやつ、で行ったので、それでも初めてだったんでいっぱいこけましたけど、それ考えたらこれすっごい重たいから、これでオフいけちゃうってすごいなと思って。でもスクランブラーですもんね。はい、ということでなんとまた全然違うスタイルのスクランブラー900とボバーに試乗させてもらいました。1日が終わろうとしています。合計4台乗ったら時間かかりますよね。そう、今日1日で4台乗りました。いやー、トライアンフ初めてなのに4台も乗らせてもらって贅沢な日でしたね。いやめっちゃ楽しかった。なんかスクランブラー900は、たくまさんがずっと憧れて欲しいって言ってたバイクだから、私が先に乗ってやろうっていう気持ちで乗りたいって言って、でボバーはなんかトライアンフでもこんなバイクあるんだなっていうのがこの間のブランドナイトで初めて知って乗ってみたいなっていうのと、鼓動感が一番あっていいかなっていうのを思って、マット2機が私一番似合うんじゃないって言って選んでくれたので乗ってみたんですけど、想像通り私が好きな音感、鼓動感でボバーお気に入りになりました。スクランブラー900も私足つかないだろうから絶対無理とか言って勝手にずっと拒否してたんですけど、たくまさんに乗れましたね。乗れたし不安な感じなかった。私の持ってるバイクよりも足つき良かったぐらいです。スクランブラーなのに。だから女性オーナーでも厚底ブーツ履いたりとかしなくても乗れるんじゃないかなって思いますね。スクランブラーはスクランブラーもそうなんですけど、意外と GB350 の方が足つき悪いんですよ。やっぱりそうね、それはね思ったことあります。軽さが全然違うんであれなんですけど、実はトライアンフ GB よりボンデビルもそうなんですけど
GB より足つきいいんでそれはすごい思いましたね。だから GB 初めてのバイクにしては本当に足つきは最初悪くてカスタムはしたんですけど、これ純正でも意外と足つきがいい大型バイクってこんなにいっぱいトライアンフあるんだなっていうのが本当に今日一日乗った感想です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで今日一日トライアンフ4台乗せていただきました。ありがとうございました。マットニキもありがとう。ありがとうございます。現行車種じゃないですけど僕のスラクストンも乗ってね、ぜひ乗りたい。いやスラクストンは乗りたい。機会があればぜひ。以上、シア旅とマットさんでした。ありがとうございました。お邪魔しました。